金ちゃんです。イエイ。今回はですね、また私の話なんですけれども、怖い話ではなく、不思議な話を皆様にご案内をさせていただければと思いますので、どうか最後までご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。まずはですね、自分の中の危機回避をしていた話をさせていただきます。私は小さい頃海洋少年団という、団体に入っていたんですね。でまずはこちら、海洋少年団というものなので、海の例えばカッターを漕ぐとか、ヨットを作るとか、あと手旗信号を覚えるとか、あとは縄の結び方を覚えるとか、そういった形、ボーイスカートとか、そういうようなやつに入っていたんですけれども、その時小学校の低学年ぐらいだったと思うんですね。で、ある日その海洋少年団のイベントでヨットに乗って沖に出るというイベントがあったんです。で、私を含め他に私よりももっと小さい子たちもいて、で、大人たちもいて、小さいって、中くらいのヨットに、十何人乗りまして、でそのまま沖の方に出て行ったんです。でやっぱ最初は揺れたりとか、やっぱ風が起きるとね、波も変わってきますので、それでキャッキャキャッキャ言ってたんですけれども、その時私ふと眠くなってしまったんです。で乗り物酔いっていう部分も少しあって、ちょっとうとうとしてたんですよ。でそのうちいきなり空が曇り出して風が強く吹いてきたんですよ。で雨もバーって降ってきて、波が三角波といって、もうぶつかり合うようにこうヨットにも波がバシン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 ぶつかってるような状態になったんです。でもすごいその揺れている中で、私はもう気持ちが悪いというよりも眠くて眠くてしょうがなくって、そのまま寝てしまったんです。でしばらくするとはっとこう起きた時にみんなが泣いてるんですよ。で何を泣いてるんだろうと思って、どうしたのって聞いたら、私が寝ている間にヨットが真横に倒れて、もうほんと沈むんじゃないかっていうような状態になって、もうみんな震えていたそうです。でも私が起きた時には空は晴れて海は静かだったんです。だから私はその沈みかけた時、船が横になった時を全く知らないで寝ていて、起きた時には何にもない、ただ静かな海の上に浮かぶヨットの上で、私は過ごしていたんです。で急いでその状況にもなってしまったということもあって、大人たちは急いで、陸の方に引き返して、そのままそのイベントは終了という形になったんですね。で周りはその時終わってももうずっとガタガタ震えて真っ青な顔して泣いていたんですけれども、私一人は何にもなかった形で、ただ楽しい、ちょっとね寝てしまったけれども楽しいヨットの、訓練だったという形で終わったんです。でもう一つ、私さっきは海の話なんですけれども、今度は空の話になります。私が高校生の頃旅行に行くことになったんですね、うちの親と。で、母がバリに行きたいということで、バリに向かうんですけれども、でバリの方で数日過ごして、飛行機に乗って当然帰ってくる時、そのバリからの出発が夜だったんです。で、夜に、飛行機に搭乗して、で出発を待ちます。で毛布とかもらったりとかして、乗ってたんですけど、その時すっごく嫌な予感してたんですよ。
なんかパニックっていうか、もうどうしようどうしよう、落ち着かないんです。なんか怖い、なんか怖い、何が怖いかわからないけど、怖い怖い、何かが起こるかもしれない、怖い怖いって、もうこうあわ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 してたんですね。だけど私のことをね、飛行機は待ってくれるっていうわけでもないですから、そのまま滑走路をこう渡ってすぐもう空に行ったんですよ。でもそれでももう気持ちが悪くなるぐらい不安なんです。ああ怖い、ああ怖い、なんだろう、怖い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 と思っていた時に、ふと眠くなったんです。ああ眠い、ああまあでも怖いからこのまま寝てしまった方がいいやと思って、こう目をつぶってこうお腹のところに手を当てて、瞑想をするような形をとっていたんですね。でうちの親が「ちょっと何してんの?」って言ってきたんで、私は「ちょっと瞑想するからもう話しかけないでくれる?」って言って、で親をこう押しのけて、もうそのまま座ったまんま瞑想に入って、スーッと意識がなくなったんです。でしばらくするとものすごい衝撃で目を覚ますんです。バーンって飛行機がエアーポケットに入ってしまって、400メートルぐらい、空中から地上のこの空間にスコーンって落ちた衝撃だったんです。で私はそのちょうど下にバーンってついた時に、体がドーンって揺れて目を覚ましたんです。でもう周りはものすごいパニックを起こしていて、まあ、そのまま飛行機が落ちるというわけでもないんですけれども、もうパニックになっていたんですね。なんでかっていうと、ちょうどその時に飛行機の中でご飯がこう配られているその瞬間で、落ちたその瞬間にそのスチュワーデスさん、今で言うと顧客対応のそのなんとかっていうあれになってますけれど、その時のスチュワーデスさんが、天井に張り付いていて、そのご飯入ってるやつも全てはちゃめちゃになっていたということがあったんですね。で、急いでその天井に張り付いてしまった人もバーンという衝撃とともに下に叩きつけられてしまって、急いで他の従業員の人が、その人をすぐに裏に運んでいくというような、もうなんていうんですかね、ものすごいもう殺伐とした状態になっていたんです。でさすがにうちの親も怖かったみたいで、大丈夫大丈夫っていうふうに他の人たちともこう会話をして、なんとか落ち着くように話をしていたんですけれども、その落ちる瞬間、もちろん私は寝ていたので知らないんです。で衝撃によって目が覚めて、もう死死類々となっているような状態を見ているので、それで怖いとは思ったんですけれども、その空中から下に落ちるっていうその一番の恐怖の瞬間を私は知らなかったんです。なぜならまた寝ていたからなんです。そして今度の極めつけなんですけれども、皆さんの記憶でもあるかと思うんですが、地震ですね。3.11、その時実は私、うちの方も震度5強だったっけなぐらい揺れていたそうなんですけれども、実は私その時寝てたんです。その前にですね、私の体の一部が不調を起こしていて、ちょうど3月11日に手術をする予定だったんですね。で、私の手術の時間は本当は10時からだったんです。でもその日に限って私の2人前の人がものすごい手術に時間がかかってしまって、で、私たちも待ってる身なので、遅いねまだかねって、もう自分たちの時間はもうとうに過ぎているし、手術をするということでご飯も一切前日より食べていないのでお腹空いたなとか、そういうような話を、していたんですね、家族と。で
まあ12時になっても呼びに来ない、1時になっても呼びに来ない、今日手術するのかなって。私の手術自体は20分なんです。20分で終了するっていうような手術なんですけれども、いかんせ私よりその先にやっていた人が終わらない。で、ちょうど終わりましたよっていう連絡来たのがだいたい1時50分とか2時ちょい前だったんですよ。で、もうじゃあ次私の番ですっていうことで準備しといてくださいねって言われまして、私が手術室に入ったのが、14時30分ぐらいかな。こう手術室に入ると、当然他のいろんな看護師さんの方とかがいて、で台からこう体を移動させられて、服もバーって一気に脱がされていくんですね。でバックミュージックにクラシックがかかっていたんですよ。で、落ち着いてねって、この酸素吸ったらすぐ眠くなるからねっていうことで、10時半にガラガラガラって入っていって、でなんだかんだやってもらって、でその睡眠薬じゃない、睡眠の入っている、え睡眠の麻酔が入っているやつをこう酸素を吸わせられるんですよ。でそれをゆっくり吸ってくださいねって、すぐ眠くなりますよって言ったら、もうほんとすぐに眠くなった。もうそのまんま意識がなくなりました。で後々これはもう本当、もうその時私は寝てるんで聞いた、もうそれを私の手術をやってくれた担当の先生に聞いた話なんですけれども、寝て、私の体の部分でメスを入れるために準備をして、ちょうどメスを入れてお腹をこう切ったその瞬間に地震が起きたそうです。それが2時46分だったんですね。で、当然私は寝てますから全く何にも知らないんです。でただ先生が言うには、もうその揺れが激しくって、手術の器具も落ちて、看護婦さんとかもみんな逃げて、その先生だけが眠っている私の体を支えてくれていたということで、私自身が目を覚ましたのは5時ぐらいだったんです。だから5時ぐらいに目を覚ました時にはもう終わってるんだなという意識が戻ってきたんですけど、いかんせん痛いんですよ、体中が。で体が痛いって言ってるんですけど、みんなは大丈夫とかじゃないんです。地震があったんだよ、揺れたんだよ、すごい怖かったんだよっていうことを言ってるんですけど、本当申し訳ないんですけど、その時は自分があまりにも痛すぎて、もう地震だって聞いても震度3とか震度4ぐらいでしょみたいな感覚だったんですけれど、全然違った地震だったんですね。もちろん皆さん知ってらっしゃるかと思うんですけれども、で、私その日に意識は取り戻したんですけれども、思ってる以上に麻酔が体中を駆け巡っておりまして、意識がはっきりしたのは次の日のだいたいお昼近くだったんですね。で、そういえばなんか昨日言っていたなと思って、ちょっといろいろテレビとかを見に行きましたところ、なんと言いますか、もう地獄絵図ですよね。津波が起きてたりとか、あと海の方で、ね、コンビナートが爆発したとか、そういった形をリアルタイムで全く知らないんですけれど、皆さんのその大変だったっていうのを後日知って青ざめるという形になったんです。でお気づきかもしれませんけれども、私はこの海、空、陸、すべてにおいて寝てるんです。一番怖い時に誰しもがトラウマを植え付けられるような怖い状態で、でも私は一回もそれを知らないんです。
友達とかと話をしたとしても、そういった時には友達はその恐怖感を共感することができるんですけれども、そういった時私は傍観者になっているという形になっているんです。まあ不思議なんですけれどね、そういった、守ってもらえてるっていうことを考えるととても嬉しいんですけれども、なんだかちょっとね、友達と話してる時とかはちょっと寂しいなっていう思う部分もあるんですが、そういった危機回避守られているというのであれば、この先も深い深い眠りに私が入った時、地球は大丈夫なんだろうかっていう不安しか今はありません。ご視聴ありがとうございました。